皆さんこんにちは、ケニーです。今回も e フットボールの戦術的解説をお届けします。この動画ではパリ・サンジェルマンの戦術の再現について解説していきます。パリ・サンジェルマンは昨シーズン、リーグ戦、カップ戦、チャンピオンズリーグを制しトレブルを達成。そして今シーズンも動画制作時点でリーグ首位、チャンピオンズリーグベスト4進出と国内外で圧倒的な強さを見せています。そしてこのチームを率いているのがルイス・エンリケ。バルセロナとパリ・サンジェルマン、監督として2つの異なるクラブでトレブルを達成した名将です。特に今のパリ・サンジェルマンはエンリケの理想とするサッカーを完璧に体現できているように思います。では彼が作り上げたチームはどのように戦うのか、まずその戦術から解説していきます。パリ・サンジェルマンの最大の特徴はその流動性にあります。フォーメーション自体は4-3-3ですが、ピッチ上には固定的なポジションがほとんど存在せず、相手や状況に応じてどのような形にも可変できます。例えば、センターフォワードのデンベレは偽9番として中盤に降りてゲームメイクに関わったかと思えば、その次のプレーでは裏へ抜けて点を取ります。右サイドバックのハキミは常に高い位置を取り、ウィングと連動しながら内と外を使い分け、状況によっては左サイドまで行くこともあります。一方で左サイドバックのヌーノ・メンデスはビルドアップでは3バックの一角を担いながら最終的には高い位置まで上がってゴールやアシストを記録します。さらにビティーニャは4-3-3のボランチでありながらピッチを幅広く動いてボールを引き出し、カウンターでは前線まで走り込むなどあらゆる局面に関与します。このように具体的に挙げればキリがないほど全員が流動的に動く中でパリ・サンジェルマンが特に優れているのは、こうした動きの中でもチーム全体のバランスが一切崩れない点です。誰かがポジションを離れればそのスペースには必ず別の選手が入り、常に構造が維持され続けます。しかしこうした動きを e フットボールの中で完全に再現することは不可能です。パリ・サンジェルマンの流動性は世界最高レベルであり、現実のピッチ上で見られるような連続的なポジションチェンジや連携をそのままゲーム内で表現するのには限界があります。そこで重要になるのが、このパリ・サンジェルマンのどの要素を切り取り、どのようにゲーム内に落とし込むかという視点です。それによって再現方法は無数に存在すると言えます。今回の動画ではその中でもポジションの流動性にフォーカスし、選手間のローテーションをできる限り再現していきます。ではそれをどのように落とし込むのか、続いて今回使用するスカットを解説していきます。今回のスカットがこちらです。フォーメーションはいびつですが、4-3-3から変化したものと考えてください。また、チームスタイルはサイドアタックを使用します。これはサイドでのローテーションを生み出すために非常に重要な要素になります。では、陣線について解説していきます。まず、センターフォワード、偽9番のポジションについて。このポジションには CMF でプレイメーカーを起用します。プレイメーカーはショートカウンターやサイドアタックにおいて意外と高い位置を取る傾向があります。そのため CMF 起用でありながら偽9番として前線と中盤をつなぐタスクを担いつつフィニッシュにも関与するデンベレのプレーを再現するのに最適です。次にウィングの選手について。ここはウィングの位置でセカンドトップとして起用します。パリ・サンジェルマンのウィングは外に張るだけでなく内側に入り込む動きも多く見せます。この起用法とサイドアタックを組み合わせることで、外と内を使い分ける二面性のある動きを再現しています。続いて中盤の3人です。ここは全員 CMF でボックス2ボックスを起用します。パリ・サンジェルマンの中盤は全員がポジションを入れ替えながら様々なタスクを担い、それぞれが互いの動きを補完し合います。ボックス2ボックスは幅広いポジショニングが可能なプレイスタイルであり、この中盤の再現に最も適しています。次に右サイドバックのポジションです。ここはサイドバックではなく CMF でハードプレスの選手を起用し、選手指示でラインダウンを設定します。サイドバック起用にしない理由は、ハキミの攻撃的なプレーを再現するためです。ハードプレスは裏への動きが多く、前線への関与が増えるため、この役割に適しています。また、ここもサイドアタックとの組み合わせによって、状況に応じてサイドに開くポジショニングを取ることができます。続いて左サイドバックについて。ここはインナーラップサイドバックの選手を起用します。これによりビルドアップではセンターバックとともに3バックを形成しつつ、
相手陣地ではウィングに対して外側と内側の2つのランニングコースを使い分けることができます。ビルドアップから状況に応じて攻撃参加の形を変えるヌーノ・メンデスのプレーを再現する起用です。また今回は守備時に両ウィングを前線に残す442のブロックを形成します。これは実際のパリ・サンジェルマンの守備の形とは異なりますが、今回はあくまで攻撃の再現にフォーカスしているためこの形を採用しています。この点についてはあらかじめご了承ください。以上が今回のスカット解説です。では続いてこれらの選手がどのように機能するのか、試合でのプレーを解説していきます。まずはビルドアップの局面から見ていきます。パリ・サンジェルマンはビルドアップ時、右サイドバックのハキミが高い位置を取り、最終ラインは3バックの形になります。この3人でボールを循環させながらタイミングを見て縦パスを差し込み前進していきます。またパリ・サンジェルマンの大きな武器の一つがヌーノ・メンデスのドリブルによる持ち上がりです。推進力のあるドリブルで相手の隙を突き、一気に前進することができます。もちろんボールを失えばリスクにもなりますが、現在の環境ではこのようにドリブルで運ぶビルドアップも非常に有効です。次にサイドバックのプレーを見ていきます。右と左で起用法は異なりますが、共通するポイントは内と外の使い分けです。まずは右サイドバックについて。このポジションは CMF で起用していますが、ウィングとの関係やボールの位置に応じてサイドに開く動きを見せます。これによって常にピッチの幅を最大化し、攻撃の選択肢を広げることができます。また、外でのプレーで攻撃の選択肢を広げる一方で、
CMF 機能の特性により内側でプレイすることも可能です。この内と外を行き来する動きによってハキミのプレイを再現しています。次に左サイドバックについて。ここで起用しているインナーラップサイドバックはウィングとの関係性によってインナーラップとオーバーラップを使い分けることができるプレースタイルです。状況に応じて内側と外側の両方から攻撃参加することで現実のヌーノ・メンデスと同様積極的にゴールに関与します。次に中盤のプレーを見ていきます。今回は左からセードルフ、ヤヤトゥレ、ペドリを起用していますが、この3人が流動的に様々なポジションを取ります。まず、この場面ではヤヤトゥレが DMF 的な低いポジション。その前にセードルフとペドリという、いわば基本的な配置になっています。一方でこの場面ではペドリがヤヤトゥレと入れ替わって DMF 的なポジションを取っています。実際のパリ・サンジェルマンの試合でもよく見られるローテーションです。さらにこの場面では左サイドバックが上がる動きに連動してヤヤトゥレがそのスペースを埋めるようにポジショニングし3バックを形成しています。これは実際にビティーニャがよく見せるプレーです。このように中盤の3人を CMF で配置し、ボックストゥボックスを起用することで、パリ・サンジェルマンの流動性とそれを補完する動きを再現することができます。固定的な配置に比べると難易度は高いですが、パリ・サンジェルマンの戦術を再現する上で最も重要な部分なので、ぜひチャレンジしてみてください。Let's go back to
次にウィングのプレーを見ていきます。ここもサイドバックと同様に内と外の使い分けが重要なポイントになります。まずは外でのプレーについて。今回のウィングはセカンドトップ起用ですが、サイドアタックのチームスタイルによってボールが入るタイミングで外に開く動きを見せます。これによりサイドで幅を作り攻撃の起点として機能します。次に内でのプレーです。こちらはより直接的に組み立てやフィニッシュに関与する役割になります。また、この時、サイドバックが外に開いて幅を確保していることも重要です。両者が連動することで常に幅を取って攻撃の選択肢を作るパリ・サンジェルマンの原則を再現できます。次に偽9番のプレーを見ていきます。ここでのポイントは偽9番として下がる動きと9番として裏へ抜ける動きの使い分けです。まずは偽9番の動きについて。CMF で起用していることで中盤でボールを受けることができます。そこから周囲の選手と連携しながら試合を組み立てることで攻撃の起点として機能します。次に9番としての動きです。サイドアタックは前線への動き出しが多いチームスタイルのため CMF 起用でありながら裏へ抜ける動きが頻繁に発生します。この裏への動きと先ほどの下がる動きを両立することでデンベレの流動的なプレーを再現しています。
最後にフィニッシュの局面を見ていきます。ここまで解説したように、今回の戦術はパリ・サンジェルマンの流動性にフォーカスしています。そのため、フィニッシュに関しても決まった形に当てはめるのではなく、流れの中で生まれた一瞬の判断で仕留めることが重要になります。あらかじめ形を決めてプレーするのではなく、その場の状況に応じて直感的に選択すること。この判断の速さと柔軟性こそが得点につながるポイントです。God that the brothers on the rise now. Endless celebrations all in my house. Levitating now, I'm super duper fly now. London boy, but DC where I reside now. Put the time in while you always yelling time out. And for quit it, cause I know I'm coming with it. You were sitting, you were wishing I was handling my business. Now I got the ball like Harry Potter playing Quidditch. And my business is humongous, you would think that happens in it. Damn man, I'm all that, yeah, I'm all that. Working for that whip, yeah, that what you call that. I'ma blow up in the summer, have him yelling fall back. And I've always been ahead like an effing ball cap. Man, I came in the game like, whoa. Got a couple chains on me cause I like gold. They told me I'm the best and I told them I know. Cause when I'm in your town, every ticket I sold. Yeah, they saying I'm the man. Facts, bro. Lot of haters, tell me where they at though. I'm the new pop, all I do is rap though. Want me on your song, throw a couple stacks, yo. Everybody wanna do the same thing. That's why we ain't on the same page. Do my own thing, and I maintain. Flow like water, so I'm going mainstream. I'm going mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. Yeah, I'm going mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. I'm going mainstream. Mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. Yeah. 以上、今回はパリ・サンジェルマンの戦術再現について解説しました。今回のポイントは、個々のポジションを固定するのではなく、流動的なポジションチェンジと選手同士の連動によって、常にバランスを保ちながら攻撃を構築する点にあります。サイドバックとウィングの内と外の使い分け、中盤のローテーション、そして偽9番を中心とした前線の可変。この一連の動きを組み合わせることで、パリ・サンジェルマンらしい流動的な攻撃を再現することができます。操作の難易度は高いですが、その分ハマった時の再現度と破壊力が非常に高いものになっているので、ぜひ一度チャレンジしてみてください。では、今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。当チャンネルでは今後も戦術系の動画や現実のチームの再現動画を投稿していきます。興味があったり参考になった方はチャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。Flow like water, so I'm going mainstream.